皆さんこんにちは。背景イラストレーターのありです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、サムネイルスケッチでアイディアを出すっていう内容でやっていきたいと思います。イラストを描くときにですね、最初にサムネイルスケッチするのおすすめだよっていう内容になっておりますので、ぜひ最後まで見てサムネイルスケッチやってみてください。それでは早速やっていきましょう。今回はですね、サムネイルスケッチのおすすめっていう形になっていくんですが、サムネイルスケッチって何っていうところからね、最初ちょっとだけ話そうと思います。で、サムネイルっていうのはですね、親指のこの爪ですね、のことを指しております。要は、小さいサイズでのスケッチだよっていうことをね、指してると思ってください。なので、サムネイルスケッチはすごい小さいサイズでのですね、イラストのラフ案、初期段階のラフ案だと思っていただければと思います。で、僕もイラスト描くときはですね、必ずサムネイルスケッチをして、その後にそこからラフスケッチにでっかくしていくっていう形の工程を取るようにしております。できるだけですね。特にオリジナルの世界観をね、がっつり出したいやつを描くときはサムネイル結構しているので、おすすめとなっております。で、利点としましてはですね、一番いい利点がですね、全体を把握できることかなと思います。ちっちゃいんでね、やっぱでっかいのに描くとですね、やっぱ大変なんですよね。描くのが大変。描くのが大変だし、全体を俯瞰で見るのがですね、なかなか難しくなってくるんですが、サムネイルスケッチ小さいのでね、描いてあげると、構図、もうこんだけに描くんで、もう描くね、スピードも速いです。もうパパパって書いたらそれで OK ですし、もう全体を把握しやすい。で、全体の構図とかですね。あとはカラーとかを載せてあげて、明暗を確認したりとかすることも簡単にできますので、もう本当に気軽に始めて、イラストの卵みたいなのをね、作っていくのに向いているかなと思います。で、今も言いましたが、小さいのでね、本当にすぐ描けるんですね。で、しかもそのラフって言われるね、すごいラフなんで、綺麗にね、描こうとしなくていいので、もうバーってたくさん出すことがね、できます。もう間違えたら次の四角に行くとかね、そんな感じで全然やっていいので、もうどんどん、もう新しいのっていうのでね、書いていくことでアイデアをたくさん出すことができます。で、アイデアっていうのはですね、たくさん書けば書くほど、これは個人ね、変わるかもしれませんが、たくさん書けば書くほどですね、洗練されていったり、出てきてないアイデアが出てきたりですね、自分の引き出しを無理やり開けたりすることができますので、いろんなアイデアをですね、サムネイルスケッチでいっぱい出すっていうのを個人的にはお勧めしております。そんなサムネイルスケッチですね、どんな感じなのっていうのをですね、僕のをちょっと持ってきたので、ちょっと紹介をね、したいと思います。はい、サムネイルスケッチ、こんな感じになります。やっぱり小さいサイズでね、いっぱい書いてるのがわかるかなと思うんですが、これ iPad で一つのファイルを作ってですね、そのファイルの中に、こんだけの数、12個ですね、の四角をこんな感じで最初にバッて作っちゃってですね、そこにバーって書いていくっていうやり方を僕は書いてるんですが、これでいろんなアイデアをね、出していくと。今回はファンタジーの世界のサムネイルスケッチしようっていうのを決めてバーって書いたんですね。一個一個ね、アップで見ていくと、なんとなく形がね、わかると思うんですが、水晶の光源とかね、この辺にいろいろ書いてますが、こういう石とか、これね、もう書いた僕しかわかんないと思うんですけど、長い滝とかをね、書いてます。飛ぶ花とかね、いろんなアイデアを出して、この辺でね、アイデア詰まった時にポンって出てきたアイデアが結構面白かったりしてきます。で、こういうアイデアをいっぱい出して、本当はね、これを、実際これ多分2、3枚書いてると思うんですが、こういうのをね、いっぱい出すことによって、結構ね、アイデアを出すときって、個人的には一番楽しい時間なんで、これをね、すっごい楽しくやってるんですが、さっきも言ったようにですね、一枚一枚が小さいので、もう空をね、塗ったりするのもすぐ塗り終わりますし、変な形をね、書いたとしても、そこからね、ぐにょぐにょぐにょってしたらうまくいったりするし、しない場合はもうね、横の四角に移っても大丈夫ってことで、たくさんね、書いてアイデアを出すっていうのは結構大事なのかなと思いますので、それにサムネイルスケッチはね、向いてるかなと思います。で、ポイントとしてはですね、書いたスケッチはできるだけ残しておいた方がいいかなと思います。書いて、失敗した、消そうとかじゃなくてですね、書いて失敗した、次行こうですね。の方がいいかなと。で、なんでかっていうとですね、詰まった時に最初のを見てみると、失敗した絵でもですね、これちょっと改造したら面白いになるかも、みたいな、それを見てまた新しいアイデアに生まれたりですね。昔の失敗したやつにプラスして、掛け算でもいいし、新しいのが生まれたりとかね、そういうのもしますので、できるだけですね、書いたスケッチは残しておいていいのかなと思います。スピード感も大事なんで、いちいちね、消してたら時間かかっちゃうんで、もう間違えたら次の四角に行くみたいな感じでね、間違えた、1個かけた、1個かけたとかね、そんなので全然いいので、残しておいた方が、財産になるかなとは思います。
あとはカラーやグレーとかで色を軽くのせるのもおすすめです。こんな感じでですね、カラーでのせてみたり、グレースケールでのせてみたりですね、こういう形でのせてみてあげると、サムネイルの上にですね、カラーラフを描いてあげることによって、より世界観ですね、自分の中で構築がね、していきやすいので、サムネイル描いたらそれにカラーを乗せるみたいな形で使ってあげると、カラーラフまでこれでできるので、かなり素早くですね、書くことができるかなと思います。これですね、構図や明暗を確認するのもこれでしやすくなるよっていうところなので、ぜひですね、こんな感じでサムネイルスケッチ書いてもらえればと思います。で、このサムネイルスケッチをですね、どういう風に仕上げたのかっていうところも最後に紹介したいと思います。さあ、こんな感じでね、まずサムネイルを元に仕上げていく方法なんですが、先ほどのこの巨石群って書いてるこれですね。今回はこれをですね、持っていって仕上げました。で、これを元にこうなったんですね。元に仕上げていく方法としてサムネイルを書きました。で、その後ラフ、または線画ですね、の方に移っていきます。で、これをよりイラストっぽくというか、より構図とかね、そのバランスを調整したものを描いてあげるんですね。これラフだったり線画だったりして、それをさらに仕上げてあげることによって1枚のイラストを描き上げることができました。という形になっております。で、こんな感じでですね、サムネイル、ラフスケッチまたは線画、そして仕上げという形で段階的に踏んでいくとですね、かなりいっぱいの中から選んだアイディアなので、自分なりにもね、納得したアイディアが出せたりとか、結構面白いの書けたなっていう形にね、繋がるかと思いますので、ぜひやってみてください。これはね、参考までに出してみると、こんな感じでですね、乗っかってます。まずこんな感じで、ラフがあります。で、ラフの上に、線画、ラフというか、もう一個ね、もう一段階のラフを乗せて、それを作画、カラーに入れてあげて、完成という形になりましたので、ぜひですね、こんな感じで1枚仕上げてもらえれば、アイデアをね、いろいろ出せるかなと思いますので、特にね、さっきも言いましたが、サムネイルのアイデアを出している時っていうのは結構楽しめる人もいると思いますので、僕はね、そういうタイプなので、そこもね、楽しんでもらえればと思います。ぜひ使ってみてください。今回の動画が良かったり参考になったりという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト等も販売しておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。